先ほどクロストークでからしの話が出ましたけど、私銀魂っていうアニメを見ていて、その銀魂に出てくるキャラクターが俺は551蓬莱の肉まんしか食べないっていうパネルを持っているシーンがあって、ずっとその肉まんどういう味なんだろうって思っていて、ずっと食べたかったんですが、大阪に行った際に伊丹空港の中に入っていて、意外とこんなにすぐ簡単に食べられるんだと思って、食べた時にからしが初めてついてきてびっくりしたんですが、東北はもちろん肉まんそのまま食べますし、何もつけないですね。551蓬莱の美味しさにあの時感動しました。熱々でつけて食べてみましたね。周りの人がつけて食べていたので、からしって私納豆ぐらいしか使わないなって思うんですが、からしやっぱり当たり前なんだと思って、関東も何もつけないんですね。先ほどリエナさんソースもつけるっておっしゃっていましたけど、西日本の方がなんか味付けが薄いのかなっていう印象勝手にあったので、意外と味が濃いものを召し上がるんだなと思って、東北とかね、意外としょっぱいものが大好きな方が多かったりして、味付けが濃いかなと思っていたんですが、肉まんにソースか。冷やし中華にもからし入れるんですか？シューマイにからしはわかる気がする。そんな感覚か。いろいろ地域性があって面白いなって思うんですが、それこそ夏だったら冷麺と冷やし中華の違いの地域性とかね、面白かったですが、私の中の冷麺と西日本の人の冷麺は違うっていうね地域性、夏はありましたが、冬はからしをつけるかつけないか肉まん問題ということで、ぜひとんかつにもつけますか？結構からしいろんなものに合いますね。からしじゃあつけてまた肉まんこっちで食べてみようかなって思いますが、そんな肉まんとかもね売られ始めて、風にも秋を感じられるようになってきた今日この頃、徐々に気温も下がってきて、私もルンルンしてきました。いやこの厳しい夏はやっと峠越えたかなって思いますが、紅葉情報出ましたもんね。岩手のおでんも何もつけずにそのまま私は食べますけど、なんか昔チビタのおでんっていうおでんが売っててすごく美味しかったんですよ。丸三角四角みたいなチビタのおでんが大好きだったんですけど、おでんも最近私白滝しか食べることなくなりましたね偏りすごいですか昔はよく餅巾着とか食べてましたけど、おでんくんが好きで、私おでんくん知らないんですかおでんくん知らないですかそう、おでんくん知らないですかそうなんですよ。おでんくんっていう可愛いキャラクターがいて有名ですよ。おでんくんに出てくるキャラクターいろいろあるんですけど、そのキャラクター、好きなキャラクターのものはよく食べたりしてましたけど、ちくわぶとかおでんくん可愛いのでぜひ見てください。皆さん知ってますか？そう、おでんくん大好きだったんですけど、